皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日なんですけれども、サンフランシスコの治安悪化についての真実を見ていきたいと思います。今私が立っておりますこの真正面なんですけれども、こちらがテンダーロインと呼ばれる地区で、サンフランシスコでも治安が悪いところで知られている地区になります。で、低所得者の方々が住んでる場所になるんですけれども、最近ですね、この治安が悪化したということで、ここに入って撮影をされている YouTuber の方々や、テレビ局の方々がいらっしゃるんですけれども、実はですね、私がここに来た28年前ももうすでにここは治安が悪くて、観光客の方は入ってはいけませんよということで言われてた地区なんですね。ですから治安が悪いのは当たり前なんですけれども、それが悪化したということで、テレビ局のクルーの方々や YouTuber の方々が入っているわけなんですけれども、観光客の皆様はここには入らないと思いますので、ここの部分で撮影された治安の部分は特に心配する必要はないと思います。それではいろんなことで騒がれてますけれども、実際に観光客の方々には影響があるのかということで、観光客の皆様が歩く場所、つまりパウエルストリートのケーブルカー乗り場からチャイナタウンの方までずっと歩いて実際の状況を見ていきたいと思います。昔から観光客の人が入ってはいけないと言われているテンダーロインなんですけれども、どの部分かと言いますと、今歩いておりますオファレルストリートと、ケーブルカーが通ってますパウエルストリート、それからマーケットストリート、後ろにありますバンネスアベニューに囲まれただいたい三角形の地区になります。で、ここはもう昔から入っちゃいけないよって言われているところですので、入らないようにしてください。それではまず観光客の皆さんにとって一番大切なこととは何かということは、車を市内で使わないということです。車を持ってますと車上荒らしに遭ってしまいます。観光客の皆さんは車さえ使わなければほぼ安全と考えていただいて構わないです。それからもう一つ大切なことなんですけれども、YouTube でサンフランシスコの治安の悪い動画をクリックした方は、 YouTube がその視聴者の皆様がそういう動画が好きなんだろうということで、どんどんおすすめ動画として上げてきます。サンフランシスコってこんなに危ないところなんだと勘違いしないようにしてください。ご安心ください。ちゃんと私がまだ住んでおります。ひどかったら引っ越しております。ケーブルカー乗り場の近くまで来ました。どうでしょうか、皆さんご覧いただいて。怖そうな人いらっしゃいますでしょうか。今日はちなみに2024年の1月4日木曜日でございます。すいません、くしゃみしてしまいました。歌が上手な黒人の方がいらっしゃいます。それではユニオンスクエアの方まで少しずつ歩いていきたいと思います。昔ですね、日本からのお客様をご案内差し上げてたツアーの時に、お客様がですね、サンフランシスコはホームレスがいるから怖いということでおっしゃってたんですけれども、実はですね、私もホームレスになりかけたことがございまして、ちょっとそれを聞いて、がっかりしたことがありました。確かに日本は治安がいいですから、それに比べますと
海外というのは危なく感じられるんですけれども、私がホームレスになりかけた理由なんですけれども、サンフランシスコに来たばっかりの頃は結構貧しくてシェアをしていたんですね。アメリカ人の人と部屋を1部屋シェアしてそこに住んでたわけなんですけれども、家賃が$200で住んでたんです。でそれで住んでたんですけれども、突然ですね、ルームメイトに恋人ができまして、出て行ってほしいと、恋人と住みたいから出て行ってほしい、君には、3日あげるからそのうちに出て行ってほしいということで、3日過ぎたらあなたの荷物は全部外に出しますと言われたんですね。でそれでもう慌てて、もう頭が真っ白けっけになりましたけれども、黙ってるわけにはいかないので、泣きながらですね、このサンフランシスコの街を、歩いて住むところを探したわけなんです。で2日目も見つからなくて、これはまずいと思った時に、3日目にですね、テンダーロインの先ほどのテンダーロイン、危ない地区なんですけれども、そこで1ヶ月$600で住めるレジデンシャルホテルというのがあります。サンフランシスコにはですね、昔ホテルだったところを、アパートみたいな感じにして、お手洗いはシェアだったりついてたりするんですけれども、料理はできないと。でホテルの部屋に住んでるような感じですね。そこになんとか入ることができたんですけれども、それでもですね、結構やっぱりあんまりいいところではありませんで、朝起きたらですね、ベッドの周りにゴキブリたちがブワーというふうに張ってまして、でアメリカのゴキブリって思ったよりちっちゃいんですね。ですからそんなに日本ほどわーという感じじゃないんですけれども、そのゴキブリたちとしばらく住んでいたことがあります。自分がもしあの時$600、$800貯金がありましたから、$600で1ヶ月間住めたわけなんですけれども、その時もしお金がなかったらもうホームレスになってただろうなということで、でホームレスになってたら多分日本人の観光客の人からそういう目で見られたんだろうなということで、結構悲しい気持ちになりました。もうサンフランシスコはですね、もうちょっとしたことで、すぐ何か一つ狂うとホームレスになってしまうという、簡単にホームレスになってしまうような場所なんです。やっぱり物価が高いのでどうしてもそういうふうになってしまうんですね。ですから、ホームレスの人が怖いとか、ホームレスの人たちは怠け者とか、そういうことでは全くありませんので、ホームレスの人たち一生懸命、生活してます。ですから、そのホームレスは怖いという考えを今からやめるようにしてあげてください。でこの辺りですね、このパウエルストリート沿いの建物の1階なんですけれども、ほとんどのお店が閉まってるという状況で、よくここでカリフォルニア州が$950以下の万引きだったら軽犯罪にする法律に変わったから、こういうふうに万引きが多くなって店が閉まったのだというふうに説明されることも多いんですけれども、実はその1個の理由だけではないので、その理由を見ていきたいと思います。でこのお店が閉まっている理由っていうのがですね、すっごいたくさん理由がありまして、多分その万引きが原因で、万引きが怖くて店を閉めたとか、万引きにあったから店を閉めたとか、そういうのは多分 20% ぐらいじゃないかって自分は思います。なんでそう思うかと言いますと、実はこの中にはレストランも入ってます。でサンフランシスコのレストランもどんどん閉まっていってますけれども、レストランに万引きが入るとかっていうことはないんですね。それでもレストランは閉まっていってる。じゃあ原因は何なのかということなんです。で去年なんですけれども、ある大型デパートが、全米で、万引きが多発しているので9軒お店を閉めますというニュースがあったんですけれども、実はですね、その会社の、経営状況をよく調べましたら、もっと万引きがあっているのに閉まってないお店もあったわけなんです。ということで考えられることは、経営不振を隠すために万引きを理由としてお店を閉めたのではないかということですね。経営不振でお店を閉めますっていうよりも、
万引きが多いのでお店を閉めますと言った方が、株主の人たちにも聞こえがいいわけですよね。体裁がとても良くなるということで、そういうので使われているというのもあります。で、ここのパウエルストリートのお店が、閉まっている理由なんですけれども、一番大きな理由は観光客の人たちが減ったということですね。ここ観光客の人たち向けのお店で閉められていたわけなんですけれども、それが減ったというのも一つです。さらに、コロナでお店が閉まって、それから売る商品も中国から入ってこなくなった。さらにもう一つ、サンフランシスコで働いていた IT 企業の人たちがみんな郊外に出ていったということで、消費者の数が減ったということですね。さらにもう一つ、皆さんがオンラインで買うようになった。さらにもう一つ、団塊の世代の人たち、ベイビーブーマーの人たちがかなりお年を召して、もう物をあまり買わなくなったというのもあるわけなんです。ですから、そのサンフランシスコのお店が閉まっているのを万引きが多いせいで、しかもこの民主党のポリシー、政策が失敗した例として挙げるのは良くないということなんです。例えばこちらの今私が横を歩いております、ルイ・ヴィトンのお店なんですけれども、以前すっごい集団万引きの被害に遭ったことがありました。でもここのお店は閉まってはいません。で、サンフランシスコに関しますニュースについて気をつけていただきたいことが1点ございます。それはですね、非常に政治の影響を受けたニュースが流されるということなんです。皆さんご存知かもしれませんけれども、サンフランシスコの街は民主党の街でございます。で、アメリカと言いますのはですね、もう2党しかほとんどありませんので、民主党か共和党かということで、もうこの2つの党の戦いがすごいわけなんですね。で、親が共和党、自分たちが民主党、こういうふうに支持する政党が違うから、親と子供が話さない家庭なんていうのも結構あるんですよ。それぐらい激しい戦いをしている、アメリカです。ですからサンフランシスコで何か悪いことが起きますと、それを大々的に取り上げて共和党の人たちがニュースにしたりするわけなんです。で、ニュースの組織も共和党と民主党派に分かれておりまして、で、今度例えば私が犯罪の統計などいろいろ資料を調べている時でも、どこの機関がそれを調べたのかによって、でその機関をいちいち見ていきますと、共和党寄りだったり民主党寄りだったりと、かなり政治の影響、その政党に都合のいいように結果をレポートを持っていかれるということがあります。ですから、サンフランシスコの治安が悪いというニュースも共和党の人たちが大げさに報道をしていることがありますので気をつけてください。で、今度ポストストリートを行ってみましょう。で、ユニオンスクエアはですね、警察の方もいてくれてますので、とても安心できますし、で、警察がいるから怖いとおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、警察がいるから安全なんです。で、例えば皆さんモン・サン・ミシェルとか行ったら、兵士の人たちがライフル銃を持って歩いているのを見ることがあります。ですからそういう方々がいてくれるから安心して観光できると思っていてください。で、こちらポストストリートでございます。こちらも、開いてるお店がちらほら、見られますけれども、こちらブランドのお店が並ぶところですね。で、こちらの、斜め前に見えますフェラガモも集団万引きに、やられました。本当にね、もうそういう人たちって大体サンフランシスコの外から郊外からやってくるんですけれども、そういう人たちがいるので困ります。
それでもフェラガモさんは頑張ってらっしゃいます。こちらを曲がって、グラントアベニューに入りますね。でこちらをまっすぐ行きますと、チャイニーズゲートがある通りなんですけれども、どうでしょう、治安は。皆さんご覧いただいて、なんてことないと思います。でサンフランシスコにはですね、たまに精神的に不安定な方々も歩いてらっしゃいます。たまにですけれども、精神的な不安定な方々をネバダ州がバス2台乗せてサンフランシスコに送ってきたという事件がありました。でサンフランシスコに着いたら、その精神的に不安定な方々がバーッと散らばったという感じなんですけれども、それでサンフランシスコ市はネバダ州を訴えまして裁判に勝ちました。人間を物扱いにするような感じなんですよね。本当に悲しいことです。はい、で間もなく、中国の門のチャイナタウンの入り口、チャイニーズゲートになります。でこのチャイニーズゲートをくぐりまして、チャイナタウン、それからノースビーチ、フィッシャーマンズワーフと、どんどん安全な地域に入っていきますので、皆様は安心して観光ができるかと思います。で今ユニオンスクエアから降りたストクトンの通りに沿って歩いているんですけれども、サンフランシスコのテンダーロインではドラッグの問題もございます。最近はですね、非常に強力なフェンタノールという、ドラッグが出てまいりまして、もともとは痛み止めなんですけれども、それがですね非常に安くで強くてっていうことで、蔓延してるわけなんですね。でだいたい5ドルあれば買えてしまうということですので、ですからできるだけお金はあげないでください。もしお腹が空いてるからっていうことでそういうお金をせびる人があったら、セントアンソニーズに行きなさいと言ってあげてください。ホームレスの方々に食事を与えてあげてる、セントアンソニーズという素晴らしい団体があります。これもテンダーロインの中にあるんですけれども、私が尊敬する組織がいろいろサンフランシスコにあるんですけれども、セントアンソニーズもその一つなんですね。ですからそこに行けば、3食食べれますので、そこに行ってくださいということで、教えてあげてください。でその人たちが通りで、ドラッグを売ってるっていう映像なんかよくあるんですけれども、確かに、通りで売ってるんですけれども、だいたいテンダーロインの中ですから皆さんがあまり目撃することはないと思います。それでそのフェンタノルについてなんですけれども、なぜ通りでするかと言いますと、彼らはホームレスの家がないからですね。でこれがアメリカの田舎に行きますと、大体皆さんドラッグやってる人たちは自宅とか家でやってますので、目立たないわけです。でもサンフランシスコでは、ホームレスの方々通りでやるしかないので目立ってしまうということなんですね。お昼の12時に眼科に行ってコンタクトレンズを作ってもらわないといけないので、今場所を移したんですけれども、真面目な話、先ほどお伝えするのを忘れてたんですけれども、テレビとか YouTube っていうのはもう皆さんに見ていただかないと広告も見てもらえないということで、とにかく、大げさな表現をしたりします。例えばサンフランシスコの治安は全米で最悪とか最低とか、いろんなその最上級が使われるわけなんですね。最上級を使えば皆さんがクリックしてくれる回数が増えるということで、するわけなんですけれども、実際ですね、サンフランシスコの治安は全米最悪ではございません。サンフランシスコでは物は取られるかもしれないけれども死なない、殺されない町でございます。殺人率というのはかなり低くなっております。よく共和党の人たちから民主党の町は治安が悪いと
いうふうに言われますけれども、大体大都市は民主党の街になってますので、大都市は大体治安が悪くなります。でもよく調べますと、カリフォルニアで殺人率が最も高い郡というのは共和党の人たちが多数を占めているカーンカウンティという郡だったということが分かります。ですから共和党の町がどうこうだとか民主党の町がどうなんだとか、そういうね細かいこと、ただのつまらない言い争いに皆さんも巻き込まれてしまってはいけません。それよりももっとね根本的な問題がアメリカ社会にはあるんですよ。例えば万引きをしても罪にならないということはあったとしても、道徳的に万引きをしても悪いと思わない、そういう子どもたちを育てた社会の責任もあるわけなんですね。貧困層、貧しい人たちと裕福層、お金持ちの人たちのその格差がどんどん広がっていっているという状況、そういうのを本当は民主党も共和党も協力して解決していかないといけないんですけれども、現実を見たくないのでそういう細かいことで争っているという状態なんです。あとですね、薬物中毒の人たちのことを、ゾンビと呼ぶのはやめましょう。同じ人間としてね、で好きでなった人たちも多くはないわけですよ。例えばお医者さんからもらった薬が原因で、どんどんハマっていってしまったとか、そういう自分たちにはどういうふうないきさつで、ドラッグの中毒になったのかっていうのがわからないので、ゾンビ扱いはやめましょう。はい、先ほどの映像から3時間経ちました。3時間経った後のパウエルのケーブルカー乗り場はどんな感じなんでしょうか。ご覧いただきたいと思います。危なそうでしょうか、それとも安全でしょうか。で、私がホームレスの人たちは害がありませんよ、基本的に安全ですよというのはですね、28年間サンフランシスコに住んでホームレスの人とトラブったのはたった1回だけです。夜レストランに行こうとして街を歩いてましたら、ホームレスの方で、カートを持った方、ショッピングカートを持った方が、突っ込んできたと。それですっごい腹が立ったので、ちょうどレストランに行く途中でしたからワインのボトルを持ってたんですね。ですからワインのボトルで殴ってやると思ったんですけれども、そのワインのボトルが5000円ぐらいするワインだったので、殴れずにそのままで終わってしまったということです。でまた先ほどと同じように、ユニオンスクエアに向かって歩いていきたいと思います。皆さんに実際の街の様子をご覧いただいております。あとですね、言うの忘れてましたけれども、このお店がなくなった理由の一つにですね、コロナの前にとても景気が良かったことがあるんですけれども、その時ですね、景気が良すぎてビルの持ち主の人たちが家賃を上げすぎたっていう時に、出て行ったお店もあります。でホテルなんかもですね、治安が悪いので出て行ってるっていう話があるんですけれども、実はですね、カナダの投資家のグループだったかな、今度サンフランシスコに新しくホテルを4つも、作るという計画も出ております。ですからね、悪い話ばかりではないです。で結局、サンフランシスコはいろんな変化をして、ずっと歴史を作っていくわけなんですけれども、その一過程だということになります。で車上荒らしについてなんですけれども、これは主要な観光地に車を止めてらっしゃる方々が被害を受けられております。
でこれは確かにあります。でサンフランシスコはできるだけ車で来ないでくださいということを強く言ってるんですけれども、車で来られて車上荒らしに遭うと。でそうすると盗む人たちも調子に乗って、どんどん盗み始めますから、もう悪循環になってますから、できるだけ公共の交通機関を使ってください。で今はですね、携帯を持っていれば、だいたい皆さんがこうトランクの中にラップトップを隠したとしても、そこからラップトップから出ているシグナルで、トランクの中に隠されているっていうことが悪い人たちにも分かってしまいますので、トランクに隠しても無理です。ですから、きちんとルールを守って楽しい観光をしてください。それではなぜテンダーロインにホームレスの方々がいるんでしょうか。なぜお金持ちの地区にはいないんでしょうか。これはですね、お金持ちの地区にホームレスの方々が行かれますといじめられるからなんですね。でここのテンダーロインはそういうホームレスの方々を優しく受け入れてくれる雰囲気があるということで、ここに皆さん集まってくるわけなんです。でサンフランシスコの人々なんですけれども、ホームレスの方々のためのシェルターを作ろうということで、皆さん大賛成っていうことなんですけれども、実際ホームレスの方のシェルターを作るっていうことになりますと、いやうちの近所だけはやめてくださいみたいな感じにどうしてもなってしまうんですね。これを、私たちはニンビーと言います。Not in my backyard ということで、ホームレスの方々のシェルター作ってもいいけど、受け入れるけど、でも私の裏庭だけはやめてねみたいな感じで、非常にねこう現代人のわがままっていうのか勝手っていうのか、そういうのが、今サンフランシスコでは問題になっています。はい、で今、テンダーロインのへりのところを歩いております。こちら側がもうテンダーロインになります。でテンダーロインは動画なんかでは非常に悪の住処みたいな感じで扱われておりますけれども、実は、非常に素晴らしい人たちもたくさん住んでおります。先ほどもちょっとお伝えしましたように、セントアンソニーズの方々なんかはもうホームレスの人たちに食事を与えられるように、無料で食事が提供できるように毎日頑張ってらっしゃいますし、それから洋服なんかもね、テンダーロインの低所得者の方々も含めて洋服がタダでもらえるようになってます。でリンクを貼っておきますので、もしよろしければセントアンソニーズに募金の方もお願いいたします。でテンダーロインはですね、やはり私がホームレスになりかけた時に助けてくれたエリアということで、自分には、とっても思い出深い、場所になっています。でなんかすごい本当に悪いようなことで言われてますけれども、中に入りますと、ホームレスの方が他のホームレスの方々の、世話をしているというとても、人情深い温かい、光景を見ることもできます。ですから、観光客の皆様はこちらに入られないので関係はないかと思いますけれども、一応そういうテンダーロインの状況もお分かりいただければと思います。でそれでもちょっと心配だなという皆様のために、安全に観光できるための、知恵を絞りました動画を作らせていただきます。ですからそのまた別の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。さようなら。